こんばんは。監督の枝優香です。今日は、たくさんいらしていただき嬉しいです。ありがとうございます。그 뭐랄까 혹시 저기 현금 도제 こんばんは。紬役の本原セリナです。今日はこのような形でお会いできて嬉しいです。来てくださってありがとうございます。あと難しかったところは序盤私は身売りは昔の枝監督は声が出ないっていう病気だったんですよ。だからそのセリフなしで表現をしなくてはいけなくて、その顔の表情だったりとかはちょっと難しかったです。Okay, 1, 2. One more, please. Okay, 1, 2. Okay, hold. 今日は朝早い中お集まりいただきありがとうございます。私この高校が出身で、なんとかご協力していただけないかと思って連絡出して来てくださったので、すごくありがたいです。今日一日長いんですけど、5日間来られる方とか、その他来てくださる方もよろしくお願いいたします。大丈夫です。座ってください。星さんの2歳にってことも後々知って、全然プロフィールとか見てなくて、お芝居だけ見ていいなと思って、あとねオーディションの時全員に質問して、なんか人から普段なんて思われますかとか、自分がのしんどい体験を教えろって言った時に、なんかもう不器用で本当ダメなんだろうなって、生きづらいやつだなっていうのを星さん見て思って、なんかその生きづらさみたいな不器用さとか、なんかこうダメさみたいなのが、なんか人間らしくていいのかなと思ったのが、身売りやれるかなっていうのが選んだ理由です。すごいやってこう。ちょっと真顔も撮ろう。真顔も撮る。こっちだ。これ。やで？やっぱ躍動感欲しいな。そう楽しで覗く感じしたよね。そうそう。そういうとこ。そうそう、まっすぐ。顔出しね。どっちに顔出してる？大丈夫？大丈夫。だけなんか獣のような人いるけど。演じててすごく乗れたとことかってどこかもしれないですか？初日の冒頭ですね、一番最初のところですごく涙が止まらなくなっちゃうっていうことがあって、それは自分でもびっくりしたし、ああいう感じでスタートが切れたのはすごく良かったなと思います。こういう気持ちが乗ってくると思わなかったなって、なんか自分の多分過去的なものが、なんか過去の辛かったこととか細かいことは別に思い出せないんですけど、思い出さないようにしてきたからかもしれないけど、なんか多分体のどっかとかが覚えてて、なんかもうすごい辛くて、あそこいじめられ終わったシーンなので、辛くていいんですけど、すごいなんかびっくりしました。私ちょっとコントロールしきれないものみたいなのがあって、スチールカメラマンですか？ムービー？スチールカメラマン。聞きたかったことは聞きます。何ですか？
沖縄出身ですか？違う。よく言われる。かほさん。色っぽいのやつだって。美味しかったですか？もうね、これちょっとくどい。ちょっとくどくなってきた。くどくなった。今日はずっと撮影を見ていたそうですが、いかがでしたか？勉強になります。勉強になります。紬の気持ちで見守ってる感じ。転校する前のみんな。転校する前の。ちゃんってもう壮絶だった。富田がすごく積極的になんかバンバンやるから、私はそういう人を誰か引っ張ってくるような人間じゃないから富田のができないかもしれないみたいな話になったけど、そうじゃなくて究極の気遣いだから、こう自分勝手に動いてるだけっていう理論が一応私の中にはあって、意見が言えないことを一緒にいる場合って気遣って自分から意見をなんかこう普段そんな言わないのに言ったりするっていう優しさってあると思う、だからそういう富田はそういう人なんだよって言ったら、そこからなんか結構スムーズに入ってきたのか、私あとは彼女自身がすっごい素直で柔軟性があって柔らかい人だから、なんか芝居すごい向いてるなって思う、女優がすごい向いてるんじゃないのかなと思って、感性をもともと持ってるし、あと頑張り屋さんなんで、いやーちょっと今回の現場で一番こんなこと言っちゃダメか、すごい楽しかったです、彼女の化け具合が。水どこにあります？ここにあります。あ、おトラちゃんの近くに、はい。ありがとうございます。で、絶対にバーナーの上で手を止めないでください。振り抜いちゃった方がいいです。火が上来てるんで。割れにくいもの。これでも元浦ちゃんもやけどすると思います本当に。で、今それを考えてみて、ちょっと待ってもらって。待つ。あれと。はい。はい。じゃあいいかな。運びいいですね。はい。じゃあ行きましょうか。はい。お願いします。先生のきっかけの先輩回してください。はい。わかりました。用意。はい。はい。じゃあお湯の中に眉を入れてください。はい、ちょっと待って。はい、火止めて、火止めて。大丈夫です。大丈夫みんな。ちょっと保健室行ってくるから。静かにしてたらすぐ戻ってくる。お前ら自習してて。富田行くぞこっち。おいで。カット。カット。チェック。はい、ありがとうございます。ここに座ってた人濡れてないですか？大丈夫ですか？富田は大丈夫ですか？じゃあ返しましょうか。こっちです。で、杉山さん。はい。実際芝居で割れないやつ。はい、わかりました。泣いたじゃないですか。泣いた時すっごいしんどくって泣きそうだと思ってずっとこうやってこらえてたら松沢さんと目合って
やったこれやべえぞと思ったら、男やべえぞと思って、男やべえスタスタってきて肩ポン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 ってやったらブワー、しんどそうだったから肩もんだら泣いたとか言われてオーラップ一番乗りです。なのでちょっと自分だけ東京に戻るっていうのもすごく寂しいんですけど、もう本当に楽しかったです。いろいろすごく懐かしい部分もあったりとか、あとなんかこの時期の枝さんに会えてよかったなっていうのは思ってますなんでその顔するのありがとうございました。コンタクト取ってからちゃんと1対1で会って4時間ぐらい話して、お互いの腹の内見せ合って、年下だし女だし、なんかなんかこう軽い気持ちとかを思われたらきっとこのお兄さんにはすごい怖いと思って、確かに全部言いました。全部、私こういう思いでこれやりたくてこうでこうでって言ったら、向こうも全部いろんな今までの自分の人生全部洗いざらい話して、なんかめっちゃ似てるってことが分かって、全部がひねくれてて、なんか不器用でなんかダメでみたいなのがすごい似てて、お互い何かなんていうか分かるんですよ。それが面白かったです。で雑誌を撮影中に使いたくて、今ちょっと探ってるんですけど、コミックス、これはなんか雑誌ここにあるのは気づかなくてどれにしようかなと思ったらビューティーが見えたから撮ったんですけど、確かに読んでそう。でも今見たらビューティーマンって書いてあるから予想してる男の人のマークだった。服飾って悩んでるんだけどギリギリまで悩みそうです。だけど割と早く結婚とかして買わなそう。だから今回女子高生6人、彼女たちが結構飲み込みが早くて、自分たちからどんどんいろいろあれやろうこれやろうってやってくれたから成立しましたけど、なんかこう一緒にアイデア出したの楽しかったです。話たちが絶対イケメンじゃん。芸能人で誰に写真ある？写メは？みんなが楽しんでいろいろアイデア出したり、セリフここもうちょっとセリフ膨らましていっぱいやり取りしてほしいんだけど、アイデア欲しいって言っていっぱい出してくれて、じゃあこうしようぜっていうのを私として役者に全部作っていけるのがすごい嬉しかったです。そうなると今のだったら絶対こうやれるとか、顔だったらこうで、量からだったらこれでしょっていうのがすぐ分かるって超大事だと思う。主演2人が結局よく分かんないから最後6人は明確にしないとと思って、一緒にいろいろ役割を決めたんで。駅のシーンびっくりしたんじゃない？あれでもね、やると思ってて、理科室もそうだったんですけど、なんとなくでなんか結構結構リハの時も散々嘘の気持ちやるぐらいだったらやんなくていい芝居ってことを何回か言ってて、お芝居ってもともと嘘のものだから、なのにまた嘘のことやっても何も意味ないから、怒ってないんだったら怒んなくていいし、とがきに怒れって書いてあっても、っていうのを散々やって、なんかだから多分なんか本当の感情になるとかっていうものをすごく大事にやってて、私のわがままでまたさらに落ちちゃって、本当に皆さんには申し訳なかったなと思うんですけど、でも私的にはこの作品をみんなで作るっていう上でも、そこでなんか嘘が残るってすごいなんか嫌だったんで、ああいうお願いをしました。なんでやりたいのか。本当に叩かれてやりたくて今嘘が残る。
これは監督判断。一回だけやりましょう。じゃあ今のでもない。じゃあもう一回いきます。もう一度いきます。2回ぐらいテストしてんだ。それぐらいまでテスト。一発にしよう。今としないとシーン成立しないからね。分かってるね。そうやね。なんだかな。それね、全然スタートかけられないからね。別に一人ぐらい大丈夫。パンと思ったら人の前に止めて NG だと思ったらする。このセリフを間違うよりも嘘の感情でごまかす方が私は嫌ですってことを電話とかでも何度も伝えて分かりましたって言ってたら、現場中に多分何度かその本当の感情になったりわって湧いた時の瞬間を多分あの熱を覚えてて、結構その雪のシーンとかも揉めたじゃないですか。ずっと見てましたよ。これをやるやらないみたいな、で私はやりたいって思っちゃうんですよ。自分が役者をやってたことがあるから、なんかそういうところで変に気使っていや役者のためにやるのやめましょうみたいなとかって腹が立つし失礼だって思うけど、でもそのやめましょうって言っても分かるんですよ。明日もし晴れた場合取れないですよ、繋がらないから。そりゃそうだって思うし、でもなんかやりたいですって言われた時に最初から私の方で言わせるんじゃなくてやろうって言うべきだったなってなんかちょっと思っちゃいました。はい、OK です。OK。ありがとうございました。はい、お疲れ。ありがとうございます。以上のシーンをもちまして富田のお父さん役松浦優也さんオールアップになります。お疲れ様でした。クランクイン前からだいぶ前からいろいろ相談して、クランクインしてからも朝5時まで話し合いに付き合ってくれたりして、本当になんか支えられました。本当にありがとうございます。兄さんは太陽つかめで一緒だったんですよ、太陽つかめ一緒で、やっぱあの調子なんですよずっと、ひょうきんで気遣いで優しくってで、現場の時もすごくよくしてもらって、その後に東京国際でまた太陽つかめの時会って話して、映画撮るのかお前って撮るって言って、撮りたいと思っててって言ったら、一緒にやろうぜって言われて、結構私山下さんの作品とか好きだから、松浦さんとかよく出てて、見てたから、なんかうわーっと嬉しいと思ってやりたいと思って、松浦さんがやったらどうなるんだろうなと思ってやってみたかったっていう、一緒に仕事したかったんですよ、そうですね。だから松浦さんにお願いしました。我々は18時までにはここ終わらないとボロボロ間に合わない。リハの時はなかなか紬の気持ちに入ることが難しくて、なんかどうやっても自分の中で納得いかない部分があって、森のシーンをやったら
もうスッとなんか紬の気持ちに入れて、何考えることもなく、なんかもう紬なんだなみたいな。カットのテーマっていうのは、彼女が勢いよくこけて怪我しないようにするから、これなるべく下げたいっちゃ下げたいっていう感じだから、膝がここっちを見ててくれる。で、こうやって。富田とはずっと話してみたいと思ってた人だから、そういうずっと話してみたかった人が来たっていう、そういう感情も忘れないでみたいな、入れてみてみたいなことを言われましたね。なんかほっといてよみたいな感じだけど、ほっといてよにちょっとなんか、本当はほっといてよじゃないみたいな、ちょっと変わってというか、助けてみたいなとか、完全に拒否じゃなくて受け入れる余地が多分作っとけみたいな。このリグから外して、できるだけ小さく。こけ。そうだね。常になんかこうビクビクしてるというか、自分がどう見られてるかを考えてて、ただ人からはあんまりそういうふうに勘違いされやすいけど、すごく繊細だし、なんか女優しかできなそうだなって、なんかこう思いましたね、ずっといて。スイッチ入れた時に 100% の野生っぽさを出せるの女優はなかなかいないんじゃないのかなと思って、私はあの目が大好きです。昨日の森のシーンで芝居する前になんか音楽聴いてますでしょ。聞いてました。あれ何聴いてたんですか。森聖子。何の曲聴いてたの。歌謡曲っていう。ああ、今までも芝居する前とか聞いてましたっけ。聞いてないです。あのシーンだけ。そう、ちょっと高め出せたいというか、全部本気でやってますけど、重要なシーンだと思ったので、そのまんまでいけないかな。あんまり。ちょっとすでに腫れ入ってるかも。はい。そこ、はい。いいかな。はい。どうしました。4番。押してください。はい、参りました。18の4の1。よーい。はい。知りたくな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 い。生きた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 いよ。君の箸をつける。ですよっていうことでいいですよね。そうですね。もうちょっと上にして突っ込みたいです。でもこの白布も美術様、白布ってもうこれ調整します。引いちゃいたいんですよ。一応。多分僕より上手だ。ごめんね。ポイントはそこです。で、そのそうです。粒が大きい場合があるんで、まあなんかだったら用意スタートかけます。了解です。じゃあ枝ちゃん。はい。よいしょ。はい。ちょっと一瞬チェックしていいですか。はい。最初は最初は開いた状態。点は雨粒を
が今あんまり本人に当たってなくて、当たっちゃいるんですけど、ちょうど彼女の真上なんで、その蛇口の先がこの辺が中心になるといいかもしれないですね。地図が三角形です。はい、回りました。11-3。はい、よーい。はい。カット。はい、オッケー。はい、ケイ。オッケーです。チェックしないの？大丈夫です。はい、じゃあ本日終了で。はい。はい、本日終了。じゃあ皆さん、はい、ちょっとだけ。はい。いいよ。あ、もういいのか。バラすから。なんだったら取っちゃってもいいぐらい。いいよ。では皆さんそうですね、こんな時間まで皆さんお付き合いいただいて本当にありがとうございます。お疲れ様でした。先ほどの以上のカットをもちまして、身売り役星萌香さん、富田役本浦聖奈さん、枝組少女会館全編終了です。お疲れ様でした。最初は分からなかった皆さんに支えられて楽しかったです。本当にこの枝組のこの作品に携われたことが本当に幸せです。ありがとうございました。自分の演技とか至らないことがたくさんあって、ちょっと本当に監督のためにどれだけ捧げられたかなっていうのとか、すごく監督にとって思いのある役っていうのは分かってるので不安っていうか、すごくそこだけが気がかりなんですが、また枝監督に星さん使いたいって思ってもらえるようにもっともっと頑張るので頑張ります。ちょっとなんか決意表明みたいになっちゃった。でも一番言いたいのは本当に皆さん本当にありがとうございました。もう本当にありがとうございました。一人でもいなかったら本当に大変な現場だったと思います。本当にもっと大人になるのでこれからも長くなっちゃった。ありがとうございました。はい、じゃあ続けて
少女会の監督である江田さんから真ん中に入っていただいて、その方がアングル的に助かる。やってくれて、この主演2人も2、3ヶ月前から一緒にやってきて、現場を挟んでいくうちにこうみるみる顔が変わっていく様子とか見て、なんかこの2人を選んですごく良かったなって思ったのと、やっぱり今回のメンバーで自分がやりたかったことをやれてすごく良かったなと思っています。皆さん全然完成してないんですけど撮影の間、その準備期間の間、長い間すごくお世話になりました。いい作品にするのでよろしくお願いします。ありがとうございます。